こんにちは、久保奈々子です。私は普段モデル活動をしながらカジノディーラーの勉強中です。今回は着物に合わせた結構派手めなメイクを紹介していきたいと思います。それではレッツスタート。まず私が一番初めに使ったのはスキンアクアトーンアップ UV エッセンス SPF50+PA4+のこちらの日焼け止めの下地です。こちらは下地として使ってるんですけれども、色がですね、こちらラベンダーみたいな色になっているので、私のただでさえ黒い肌をさらに白く見せてくれるすごい素敵な商品になってます。伸びがすごく良くてひんやりしててとても気持ちいいテクスチャーになってます。次に使ったのはセザンヌ UV クリアフェイスパウダー SPF28PA3+01 番ライト明るい肌色です。つけるとしっとりとした感じで肌に密着する感じで、私はすごい愛用しています。こちらは先ほど日焼け止め使った上からベタつきを抑える感じで、私はよく普段から使っています。次に使ったのはセザンヌ皮脂テカリ防止下地ピンクベージュの色です。こちらは私めちゃめちゃ汗っかきなんで、よく化粧崩れるのがめちゃめちゃ嫌でもうなんかいいのないかなって思って探してたらプチプラでめっちゃこんないいもん見つけてしまって、色味が割とピンクなんですけど肌色に近いピンクなので個人的にすごい使いやすいなって思って愛用しています。次に使ったのはビセリシェリップ&チーククリーム RD1 番の色です。こちら多分パッケージが今のと昔ので多分違うから昔のやつだと思うんですけれども、私これ壊しちゃっててこの蓋がパッカーって開いちゃうんですね。だから私はしっかりこちらでこのヘアゴムで押さえてます。こちらの色は私クマがすごい下の目の下にクマさん飼ってて、なんでちょっとそれを少しでも和らげるために赤で補色をするといいみたいなのをなんかのネットかなんかで調べて、でそれがいいじゃんって思って、とりあえずもう塗っとけみたいな感じでめちゃめちゃ塗ってます。次に使ったのはザ・セムチップコンシーラー SPF28PA2+ の 1.25 ライトベージュのカラーです。私ファンデーション使うのが本当に嫌で、もうこれをファンデーション代わりに使ってます。まず小鼻のとこと口の口角を上がって見えるように塗るのと、あとは目の下の先ほど塗った赤色の上からベベベベって塗って、であとは指でわーって伸ばして使っています。次にその上から使ったのはセザンヌパールグローハイライト01番シャンパンベージュのカラーです。こちらのハイライトなんかやっと手に入れることができたハイライトで、いやもうずっと欲しかったのに薬局どこ回ってもなくって、もうずーっと探してたんですね。でこちら使用した感じになるめっちゃキラキラするんですよ。本当にもう鼻がスーって高く、ただののっぺらぼうがスーって立体的に見えるので、私は鼻筋とあとおでこのハイライトと上唇の上の部分も使って、あとは顎下と目のここのクマの上からさらにカバーする感覚でよく使ってます。次にノーズシャドウで使ったのはサナエクセルスタイリングパウダーアイブロウ SE03 のピンクブラウンのカラーです。ずっと私ノーズシャドウは別のものを使ってたんですけど、とりあえずこっちで一回試してみようって思って買ってみたらドハマりしちゃって、でここのノーズシャドウを描くのにちょうどこの筆の細さがですねめちゃめちゃ描きやすくて、私個人的にでここの一番下とその上のカラーを混ぜてここにこういう感じで塗ってます。髪色暗い時には眉毛のカラーとしてこの上の2色も使ってました。次に使ったのはこちらの涙袋の線を描くのによく使うんですけど、セザンヌ角二重アイライナー影用ブラウンっていうやつで、こちらはここの目の下の涙袋をぷっくりさせたくって、私影をつければとりあえずぷっくりするかなみたいな感じでいつもシャーって描いて、あとは結構濃くついちゃうんで指でスーッとぼかしてよく愛用して使ってます。めちゃめちゃこれも安いのにめっちゃ機能性があるんで本当におすすめです。これめっちゃ私好きです。お気に入りコスメです。
次に使ったのはアイシャドウベースでキャンメイクのアイシャドウベース RB のものです。アイシャドウって結構持ちが悪かったりノリが悪かったりすることが多いんですよ。なのでこちらで下地として塗ってワントーン明るく見せる感じで、私はすっごいもう色をごっつり入れたい派なんでこれが本当に欠かせないです。次に眉毛描くのに使ったのがセザンヌブラシ付きアイブロウ繰り出しの01番ライトブラウンです。こちらはここのまずこちらの部分でぼかして毛並みを揃えてから、次にこちらの繰り出し式のペンでしっかりと出して、眉尻から私いつも描いてるんです。ここの眉尻から長さを決めて描いて、その後に眉頭をふんわり描き上げる感じでよく使ってます。どの髪色でも多分これが一番私的には使えるんじゃないかなって思って一番こちらを使ってます。次にこちらで眉マスカラなんですけれども、こちらはキスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03番のアッシュブラウンの色です。その金髪眉毛が一番どの髪色にも合うっていうのをその薬局行った時にこちら買った時に店員さんに勧められてつい買っちゃったんですけども、眉マスカラの中で多分一番私個人的には使いやすいかなって思って、もうずっとここメイク始めてからずっとこちらを使ってます。もう大好きな商品の一つです。次に使ったこのアイシャドウが NYX シャドウパレット04番です。めちゃめちゃカラフルで可愛くないですか？こちらもう超好きなんですよ。まず私が使ったのはこのイエローのカラーでアイホールと涙袋のところに全体に指でがっつり塗りました。その次にこの隣のちょっとオレンジがかったイエローでまず目頭の方から半分まで上まぶた塗って、その下の涙袋も目頭の方から半分までこちらの色を塗りました。でその次に最後にその締め色として赤色のこの赤色のシャドウを塗って、まず目尻の方に乗っけて、その後指でわーってぼかして、で涙袋の方にも赤が欲しかったので赤色をつけました。でその後にブラシでちょっと足りないなって思ったので、まずブラシで全体をぼかしてからその上にさらにこちらの赤を追加して塗ったという形です。次に使ったのはキャンメイクジュエリーシャドウベールの03番のこちらのシャドウです。こちらは小粒ラメと大粒ラメになってまして、私はよく普段から目元ギラギラさせたい人間なんで大粒のラメを取りました。全体的に上まぶたにわーっていっぱい広げて、その後にこちらの涙袋にも少し使用しました。目元がすごいキラキラするので単色のマット系のシャドウでも多分これ使えば多少はキラキラするんじゃないかなって思って使ってます。次に私がアイライナーで使ったのはプチシューラスティングリキッドアイライナーのディープブラウンの色です。私もともとアイライナーブラック使ってたんですけど、目元がなんか強く見えすぎちゃうっていう難点があるって思って、私はよく最近ブラウンを使うようになりました。こちらすごい描きやすくて、すごいスーッと細い線がスッて描けるのと、あとブラウンが本当に明るめのブラウンなんでちょっと垢抜けた感じにはできるかなって思ってよく使ってます。マスカラはこちらを使用しました。オペラマイラッシュアドバンスト01番漆黒の色です。いやアイライナーでブラウン使ってんのになんで黒のマスカラなんだろうって私思われると思うんですけども、アイライナーをブラウンで描いてマスカラの方もブラウンまでしちゃうと目元がぼやってしちゃうかなって思うんですよ。なので黒で一回締めるっていう意味も込めてこの真っ黒の方にしました。アイメイクが終わったら次はチークを塗ります。セザンヌナチュラルチーク N10 番ですね。こちらはコーラルピンクでめちゃめちゃもう本当に色が可愛いって思って一目惚れして買いました。普段なんかブラシついてるからブラシ使えばいいんじゃないのって言われるんですけども、私はこういう付属ブラシを極力汚したくなくて、であんまブラシを持ち歩くのも結構苦手な人間なんで、指でダイレクトに笑ったところの高いところからふわってのせてます。次にリップクリームを塗りました。メイソレータム薬用リップスティック XDD こちらのやつです。こちらはすごい塗った後にスースーするので唇の保湿も兼ねて立ちじわに沿ってしっかり塗りました。で最後にこのリップティントで唇に色をつけました。こちらはオペラリップティント05番のコーラルピンクの色です。こちらなんかネットで花嫁リップって言われてるらしくって、私はそれに乗っかって買っちゃいました。でも色もめちゃめちゃ可愛くってすっごい綺麗な色してていいなって思って、で塗った感じはティントだと割とガサつくイメージがあるんですけれども、
こちらはなんかリップティントなんでしっとりした感じで、これだけでも実際塗れるぐらいの感じの色味になってます。こちら1本だけでも塗れるし、上からグロス重ねても可愛いかなって私は思います。最後によれ防止で MU メイクカバーミストを顔に振りかけました。こちらかけると液体がファッて密着するので、個人的に絶対これかければ本当にメイク全然崩れないんじゃないかなって思うぐらい結構愛用してる商品です。まずはじめに髪の毛を溶かしました。でその後に半分に分けるために、私はよれないように、その分量が変わんないように片側だけしっかり縛っておきました。その後に26ミリぐらいのコテでしっかりと巻きました。ふんわりさせる感じでボリュームを出す感じで私はよく巻きで使ってます。でその後に耳上で縛ってツインテールを作ります。でもう片っぽも同じように先にツインテールで高さを決めて結びました。その後に途中のところで1回ゴムで縛ります。でその後にくるりんぱをするために上の部分を開いて内側から外側に2回くるりんぱをして、あとは髪の毛にぐるぐるって巻きつけてヘアゴムでバッチリ留めます。でその後にはヘアピンでぶっ刺して完成です。あとは前髪はコテで1回ここの部分をしっかり取って表面をまず先に巻いてからコテで全体でグッて巻きました。で横の髪の毛は内巻きな感じで仕上げました。着物メイク完成です。今回のポイントは、まずアイメイクにベースでイエローを塗って全体的に馴染むようにしました。その上にオレンジと赤っぽい色で立体感のあるような感じで華やかさも出しました。着物に負けないようにやっぱメイクも少し濃いめにして、でその後に髪の毛に関してもアップヘアの方がやっぱり着物は映えるので、私はよくアップヘアで着物を着ています。そして今回の一番推したいポイントがその着物の柄なんです。こちら多分あんまめったに見かけないトランプ柄なんですけれども、原宿これ着て歩いたら絶対目立つこと間違いなしです。本当にめちゃめちゃ可愛いんです。猫でトランプなんで、もう私の大好きが詰まってる柄になってます。やっぱり私は海外の方にも着物をたくさん着ていただきたいので、こういった個性的な柄もいっぱいありますので、ぜひお気に入りの柄を見つけて日本で着物を着て観光していただけたらなって思います。そして皆様にお知らせがあります。私の SNS のぜひチェックもしてみてください。私は髪色を月1で変えていますので、そちらの方も過去から漁るといろんな髪色してるので楽しんでいただけるかなと思います。ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。かわいいパティーンでは様々な動画がアップされてますので、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは久保ななこでした。バイバーイ。